だから最初から簡単だとは思わずに、とにかく足を進める勇気と光はあるであろうと信じる心が、これはいつの時代でも大事なことなんではないかなと思っております。あなたは一人ではないよという、そういう仏様の慈悲心が現れているわけですね。はい、皆様こんにちは。法華経の話第62回です。今日はたくさん雨が降っております。もう桜の花も各地で散って新緑の時期になってきたでしょうか。ご近所さんでは藤の花がとても綺麗に咲いております。現在は法師本第10についてお話をしています。今回でこの法師本の内容の説明は終わりになります。少し法師本の内容を振り返ってみますと、まず釈尊がこの法華経の教えを一芸一句でも聞いて心から喜ぶことがあれば、随喜することがあれば、成仏の帰別を与える、成仏の約束を与えましょうという教えが示されました。続いて法華経を教え広めるときに必要な修行として5種類の修行が示され、また法華経を尊び供養する方法として10種類の供養が示されたわけです。そして法華経を釈尊の滅後に、釈尊が入滅した後に教えを広める人は如来の使いである、仏様の使いであり、それゆえ法華経を行ずる人をそしる罪は仏をそしる罪よりも重く、法華経を行ずる人を供養することから得る功徳は仏を長い期間供養して得る功徳よりも大きいと説かれたわけです。さらに法華経は今まで説いてきた教え、これから説く教えよりも大変に優れた教えであるから、これを遺言等の三節と言ったりもしますが、法華経というのは大変に優れた教えであるから、法華経を広める人には釈尊在世の時代よりも妬みや嫉みが多く加えられる。でも大丈夫だと。仏様が法華経を広める人を必ず守ってくださるんだよと、そういったことが示されていくわけですね。この遺言等の三節に優れるということになりますから、法華経を三節超過の教えとも言ったりします。今回はその続きになります。先ほど釈尊が亡くなった後、法華経を広める人に対して妬みや嫉みが多いけれども、仏様がその法華経を広めようとする人を守護してくれるんだと説かれていることを説明しました。このようにお経文にあるんですね。如来はすなわち衣をもってこれを覆いたもうとせん。如来はその人を衣で覆ってやり、仏様が仏様のその衣で包んでくれて守護してくれると、こう仰せなんですね。そう聞くととても安心いたします。ここから釈尊はいろいろな場面を想定して法華経を行ずるとどのようになるかということを示されていくわけです。全部は説明せずにここでは割愛をしますが、この中で光源戦弱の例えという例えが示されます。光源戦弱の例えです。この戦弱というこの字、とても難しい字ですね。これ大工道具ののみですね。のみもこの字を当てるそうでございます。光源戦弱の例えは法華七湯には入らない例えになるんですけども、教えを深めていく意味でとてもわかりやすい例えなのでご紹介をしたいなというふうに思うんです。で、ここからは現代語訳で少しその例えの内容をお話しします。薬王菩薩よ、例えばある人が喉を渇かせて水を求めているとしよう。その人が光源で水を得ようとして穴を掘るも、なおまだ乾いた土を見ては水のあるところはまだまだ遠いことを知る。それでも努力を怠らずに掘り続け、ようやく湿った土を見ることができる。ようやく湿った土を見て、ついに泥に行き当たれば、水は必ず近くにあると確信して疑わなくなるように、菩薩の場合もまたその通りであると。もしもこの法華経を未だ聞かず、まだ理解もせず、未だ習い収めることがなければ、心して知りなさい。この人はこの上なき悟りからはなお遠いところにいるのである。もしも聞き、理解し、考えを巡らし、習い収めることを得たならば、必ずこの上なき悟りに近づくことができたと知るがよい。なぜかといえば、
すべての菩薩の最高の悟りは皆この経の中に、この法華経の中にあるからである。こういう例えなんですね。何かを始めるときは、先が見えずに進んでいかなければいけないというそういう時も必ずあるかなと思います。自分でもなかなか先にあることが見えないし、周りにいる人もそんなことは無理だからといって諦めさせるようなことを言ってくる、そういった場合もあります。でも何かを成し遂げた人というのは、その暗闇の中で光のある方を信じて前に進んでいった人なんだろうと思うんですね。読書百遍、意おのずから通ずるという言葉があります。本を手に取って読み始めても、最初はわけがわからなくて手に負えなくなってしまう、そういったことがあるかなと思います。でも、それで諦めてしまうと、物事を理解することはなかなかできません。一つ一つ言葉を調べたり、わからないなりに読み進めたり、そうやってもがいて読み進めている間に、いつの間にかうっすらと物事の意味が見えてくる。そういったことがあるわけです。ですから、この例えにあるように、水を求めようとして掘り進めたときに、最初は特に乾いた土しかありませんから、もう水なんてないであろうと、そういったことを思うわけですが、それでも信じて、とにかく掘り進めてみることが大事なんだろうと思うんですね。間違ったらまた別のところを掘ればいいわけです。これはこの後お話しする絵座室の3期にも関わることなんですが、現代はいろいろと便利な時代になって、物事が簡単に行えるようなそういった感覚になってしまいました。でも現実には簡単なことなんて何一つないんだろうと思います。だから最初から簡単だとは思わずに、とにかく足を進める勇気と光はあるであろうと信じる心が、これはいつの時代でも大事なことなんではないかなと思っております。さて、続いて釈尊は、仏の滅後に法華経を説くときの心構えとして3つのことを挙げられるわけですね。それが、絵座室の3期です。絵座室の3期ですね。このようにお経文にあります。この善男子、全女人は、如来の室に入り、如来の衣を着、如来の座にいまして、しかして今し死種のために広くこの経を説くべし。この両家の子供たちは、如来の部屋に入り、如来の衣服を身につけ、如来の座席に座って、多くの人々のためにこの経を説くべきであると。法華経を広める人は、仏様の部屋に入り、仏様の衣を着て、仏様の座席に座りなさいと仰せなんですね。これは本当に仏様の部屋があるということではなくて、次のような意味であるということをここでちゃんと説明してくださいます。如来の室とは、一切衆生の中の大慈悲心これなり。如来の衣とは、乳はニンニクの心これなり。如来の座とは、一切法空これなり。如来の部屋とは、すべての衆生を憐れむ広大な慈悲心のことである。如来の衣服とは、従順温和にして、あらゆることによく耐え忍ぶ心である。如来の座席とは、すべての事象に実体がなく、空であるという真理である。というんですね。部屋は大慈悲心。衣服はよく耐え忍ぶ心。温和でよく耐え忍ぶ心。座は空であるという真理を持てと。そういうことなんですね。この教えはどんなことを伝えたり広めたりするときにも当てはまることかなというふうに思います。慈悲を持っていないと傲慢な姿勢で他者に接してしまいます。よく耐え忍ぶ心を持っていないと聞く耳を持たない人たちに対して、もうこの人たちは聞かないからいいやとすぐに諦めてしまいます。また、こちらの意図がなかなか伝わらずに、それによってかえって自分が悪口を言われてしまうような、また、その害を受けてしまうようなことがあったとしても、やはりその時には柔和に耐え忍ばなければいけないんだと。そして、空であるという真理を持つということは、そもそも伝えるための教えを忘れてしまって、伝えること自体が目的になってしまってはいけないということですね。自分が伝えたいと思うことをしっかりと持っておかなければいけない。それから何かを伝えようとすると伝わらないということが必ずあるわけですけども、
実際はその行為自体も空であるという自覚を持っていないと、見返りばかりを求めてしまうということにもなるんだろうなと思うんですね。先ほども述べましたが、何事に関してもそうですが、伝えるということは特に困難なことなんだなと思うんです。特にこの法華経という教えは困難であると。だから最初の心構えとして、この3つのことを肝に銘じておきなさいよと釈尊は仰せなんですね。とにかくこんな難しいとなると不安になるかもしれませんが、釈尊はちゃんとフォローもしてくれているんです。この絵座質の3期が説かれた後、もし法華経を広める人がいれば、そこに仏様が神通力を使って教えを聞く人を使わせるから心配することはないんですよと。もし人々から離れ、一人で法華経を行じ、法華経を広めなければいけない、大変に寂しい、そういった状況になったとしても、仏様が姿を変じて、そこに行って、弔問、法華経の教えを聞いてあげるから心配ないんですよと、仰せなんです。あなたは一人ではないよという、そういう仏様の慈悲心が現れているわけですね。法華経を行ずるというのは大変なことであるわけですが、それでも仏様はちゃんと慈悲心を持って私たちを包んでくれる。衣で包んであげますよということが説かれたのが、この法師本の内容になったわけでございます。こうやって見てきますと、法華経に説かれる教えというのは、私たちの人生の中でも多くの教訓を示してくれているなというふうに思います。さて、次回からは、見法灯本に入っていきます。地上から法灯が出現したり、聴衆が空に舞い上がったり、私たちの想像を超えるような事柄が示されていきます。こういう教えが示されると、そんなこと現実に起きるわけないじゃん。非科学的だよ。とこう言われることもあるわけですが、私はこういったちょっと突飛な現象から何を言いたいのか、何を受け止めたらよいのかを考えていくのが、この仏教の一番面白いところだと思うんですね。とてつもなく巨大な法灯が現れたというのは、それだけ何か重大なことを伝えたいからこそ、またその重大なことを示さなければいけないからこそ、こういう表現や事象が現れたと読み取っていけばいいのではないかなと考えているんです。ということで、話がなんだか次回のところに入っていってしまっていますので、今回はこの辺りでおしまいとさせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。